AGV のパスを使用し、合計時間または移動時間を確認することができます。AGV がパスの開始位置から終了位置まで移動する必要があります。パスの距離を取得することができるため、Python スクリプトで設定します。シミュレーションをリセットし、AGV のパスを定義した後、合計時間を取得します。プリントビークルドットトータルタイムと記述します。パスの距離を取得するため、プリントビークルドットパスレンクスと記述します。合計時間と距離は AGV のパスを定義した後、取得することができます。AGV の現在の値を参照するためです。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。出力ウィンドウを確認します。AGV が移動するためにかかる時間は約 7.6 秒です。AGV のパスの距離は4000です。補完値が0より大きい場合、AGV の合計時間とパスの距離の変化を確認します。シミュレーションをリセットし、補完値を 0.6 に設定します。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。出力ウィンドウを確認します。合計時間が 8.1 秒になり、距離は約4400に増加しました。シミュレーションをリセットします。補完値を0に戻します。AGV にパスの終了位置ではない位置で停止する指示を出すことができます。コンパイルを押さなくてもリセットするとコンパイルされます。シミュレーションをリセットします。プリント文をコメントアウトまたは削除します。AGV のパスの距離を取得します。dbeacle.passLength と記述します。AGV を停止するため、beacle.resetStopAtDistance と記述します。停止する AGV のパス上での距離を変更することができます。パスの終了位置ではなく、途中で停止するため、括弧内は距離を2で割った値です。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。AGV はポイント1に到達し、パス全体の約半分の位置で停止しました。時間を取得し、停止させることもできます。シミュレーションをリセットします。距離を取得し、停止する行をコメントアウト、または削除します。時間を取得するため、t=beacle.totaltime と記述します。AGV の移動時間を取得しました。遅延を作成する必要があります。AGV に停止する指示を出す前に、移動時間の半分の時間、遅延させます。AGV に完全に停止する指示を出します。beacle.clearmove と記述します。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。AGV は停止しました。途中で AGV の移動経路を変更します。衝突の可能性を検出する移動ロボットがある場合、衝突を回避するため、ロボットを別の位置に移動させる必要があります。Python スクリプトの記述を変更します。シミュレーションをリセットし、ClearMove の行をコメントアウトします。beacle.replan と記述します。AGV にポイントを追加し、ポイント1とポイント2へ移動する経路を変更します。for 文をコメントアウトします。AGV にポイント1への移動指示を出すため、beacle.add コントロールポイントポイント1と記述します。AGV が
ポイント1に移動するまでにかかる時間を取得します。AGV にポイント1に移動する指示を出しているため、合計時間はポイント1までのパスを参照していますが、ポイント1からポイント2までのパスは参照していません。ポイント1の途中で停止し、ポイント2に移動する指示を出すため、vehicle.add コントロールポイントポイント2と記述します。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。AGV はポイント1までの約半分の位置に移動後、移動経路を変更し、ポイント2に直行しました。AGV の情報を読み取って動作を設定する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。